皆様おはようございます。本日は5月4日午前5時半を回ったところです。私は今北海道札幌市の大通駅近くにいます。ここ大通駅から北海道の鉄道路線を全線環状する旅の2日目を開始していきたいと思います。よろしくお願いします。なお2日目開始時点の攻略状況は以下の通りとなっています。JR 北海道は稚内駅からスタートして関商線、留萌本線、宗谷本線の3路線を全線環状、他に函館本線、根室本線、千歳線の一部区間を乗り潰しました。他の鉄道会社については札幌市電は全線、札幌市営地下鉄は東西線と東豊線を全線環状しています。他の路線、鉄道会社はまだ未攻略という状況です。この状況で2日目全線環状することができるのか、こうご期待ください。また本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご覧ください。さあ、まずは札幌雪まつりの会場にもなっている大通公園を通過します。高い建物が並ぶ札幌都心部、早朝はほとんど人がいません。さあ、10分ほど歩いてスタート地点に到着しました。2日目のスタート地点は大通駅から徒歩圏内にある札幌駅です。今見えているのは駅南西側にある建物です。8階にはポケモンセンターがあるようです。そしてその右手にあるのが札幌駅です。駅の中に入りました。改札を通過します。切符投入。最初の列車は5番乗り場からの発車です。階段を上りましょう。さあ、こちらが2日目一番最初に乗車する列車です。札幌駅を5時50分に発車する快速エアポート50号新千歳空港行きです。列車の扉が閉まります。札幌駅を発車。皆さん、今日も JR 北海道にご利用くださいましてありがとうございます。千歳線快速エアポート50新千歳空港行きです。停車駅は白石、新山、南口、右は千歳、南千歳、終着新千歳空港です。列車は前が1号車、後ろが6号車です。さあ、列車は苗穂駅を通過します。苗穂駅を通過すると進行方向左手側で車両がたくさん留置されているのがわかります。苗穂駅の北東側には苗穂工場と苗穂運転所があり、気動車を中心に車両の整備や改造が行われています。さあ、列車は白石駅に到着します。快速エアポートは通常白石駅には停車しませんが、今乗っている50号は当駅に停車します。さらに白石駅では函館本線から千歳線が分岐しています。ここから快速エアポートは千歳線を走行します。さあ、列車は平和駅を通過しました。隣に函館本線の線路がありますが、平和駅のホームが設置されているのは千歳線のみです。そして平和駅からしばらくすると千歳線は勾配を上がり、立体交差で函館本線の線路と分かれていきます。さて、勾配を登った列車はそのまま高架橋区間に入り、新札幌駅に到着します。新札幌線1番線から新千歳空港行き快速エアポート50号が発車いたします。次の停車駅は北広島です。さあ、構内放送を待たずして扉が閉まり、新札幌駅を発車していきます。構内放送が意味をなしていない点は若干気がかりですが、
とりあえず終点の新千歳空港駅まで無事に行ってらっしゃい。さあ、1日目と同様、新札幌駅で乗り換えを行います。ここまでで千歳線を白石駅から南千歳駅まで乗り潰しました。残り千歳線で未上の区間は南千歳駅から南の区間のみとなりました。新札幌駅からは再び札幌駅に戻ります。札幌方面への列車は2番乗り場から発車します。電光掲示板を確認。次の電車は6時9分発の札幌行きです。さて、電車を待っている間に札幌方面から列車がやってきました。函館に向かう特急北斗です。キハ281系での運転です。そして特急北斗が乗降をしている間に目的の列車が到着。この列車は新札幌駅の初電列車になります。車内に人は少なめです。新札幌駅を発車、来た道を戻ります。さあ、先ほど別れた函館本線にまた合流します。ただいま発作の中央小鳥間におきまして人身事故が発生しております。6時28分発小樽駅の普通列車と6時35分発特急ライラック1号旭川行きには遅れや運休が見込まれます。詳しい運転状況につきましては駅の係員にご尋ねいただきますようお願いいたします。お降りの際お忘れ物ございませんようご注意ください。今日も JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございます。次は札幌、出口は右側3番線到着です。さあ、札幌駅に到着しました。1日目に乗り残した区間の乗り潰しが完了したので、新しい路線に乗りに行きます。階段を降りていきましょう。早朝ではありますが、人がいくらかいます。さすが北海道の中心地。さて、次は札沼線、通称学園都市線の攻略をしたいのですが、電光掲示板に乗る予定の列車が表示されていません。北海道医療大学行きたいんですけど、次の電車って7時12分になっちゃう。そうですね、はい。6時40分とかなかったでしたっ40分は回送列車は人身事故で入ってこれないです。け？来れない。はい。はい、ということで、駅員さんに聞いてきました。人身事故の影響で、6時40分発になる予定だった電車が、来れないそうです。回送列車として札幌まで来る予定だったらしいんですが、それが来れない人身事故で、次が7時12分ということになります。これは大ハプニングですね。そうだな、ワンチャンあれだな、先に南北線行った方がいいかもしれない。南北線攻略して時間潰して、でちょっと予定変更して学園都市線使おう。7時12分待ってらんないよ。行きます。ちょっと南北線行きます。ということで方針が決まったので改札を抜けます。人身事故が発生しても柔軟に臨機応変に対応。全線勘定する上でとても大切な心得です。はい、ということで改札出ました。7時12分まで30分以上あるのでさすがに待てない。30分どころじゃない、40分だわ。40分もあるから先に南北線攻略した方が効率よく回れるかもしれない。さあ、改札に到着しました。次の真駒内行きは6時39分発のようです。改札を通過しましょう。2枚目の土日化切符はあらかじめ購入済みです。電車がやってきました。この電車に乗車します。車内に乗客は少なめです。さあ、札幌駅を出てしばらくすると地上に上がってきました。南平岸駅に到着です。さて、平岸駅から真駒内駅までの間は高架区間です。しかし、ただの高架区間ではなくシェルターによって軌道が覆われています。
これは札幌に降る雪から守るためであり、シェルターによって列車の安定輸送と騒音防止を実現しています。さあ JR 北海道の運行状況を確認します。どうやら運行を再開した模様です。皆様、地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次は箱根終点、降り口は右側に変わります。さあ真駒内駅に無事到着です。反対側に列車が止まっています。少しでも前に進みたいので写真だけ撮って反対側の列車に乗り込み、お待たせしました。6時51分発、麻生駅発車いたします。お待たせしました。2番ホームから麻生行きが発車します。ご注意ください。列車が真駒内駅を発車。真駒内駅の滞在時間はわずか1分です。皆様、地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は麻生行きです。次は自衛隊まで、降り口は左側です。さて逐一運行状況を確認。ダイヤが乱れていますが動いてはいるようです。さあ札幌駅に到着です。ここから北側の麻生駅までの区間が未乗区間です。まもなく麻生終点、降り口は左側です。開くドア、足元にご注意ください。どなた様もお忘れ物のないように願います。さあ麻生駅に到着です。お世話になった列車の前面を撮影。これで札幌市営地下鉄南北線を全線完乗しました。1日目に乗車した分を含め、これで札幌市営地下鉄の鉄道路線を全線完乗しました。合計2車局全線完乗です。記念に麻生駅の駅名表を撮影。さあ改札を通過しましょう。これで土日化切符はお役御免です。麻生駅の近くには JR 札沼線の新琴仁駅があります。少し距離が離れていますが頑張って歩きましょう。さてそのコンコースを歩いています。かなり長いです。一番北側の一番出口から地上に出ます。階段を登っていきます。バリアフリー構造ではない模様。地上に上がると雨が降っていました。はい、麻布に到着して、地上に上がってきました。それでですね、札沼線の方なんですけど、気になるのはあれですよね、人身事故の影響ですよね。さっき回送列車が来られないってことで、予定を変更して南北線を使ったわけですけど、次の列車はですね、7時53分ですね、新琴仁を。7時53分になるので、今それに向かって今移動しているところです。現在の時刻は7時38分ですね。もう、目の前に見えております。あの高架の駅が新琴仁駅です。あそこまで、もう向かっていきたいと思います。さあ到着しました。新琴仁駅です。早速中に入りましょう。次の北海道医療大学行きは7時53分。まだ10分以上あります。ちなみにその下は7時9分発となっています。完全にダイヤがバグっていますね。とりあえず改札を通過しましょうか。2番乗り場に向かってエスカレーターを登ります。人は誰もいません。都心と逆方向なので当然ではありますが、時間があるので新琴仁駅の駅名表を撮影します。2番乗り場、まもなく定刻で運転をしております7時53分発の北海道医療大学行き普通車到着でございます。ご利用のお客様、2番乗り場にてお待ちください。お待たせいたしました。まもなく2番線に7時53分発北海道医療大学行き普通列車が到着いたします。ご注意ください。さあ電車がやってきました。
人身事故でどうなることかと思いましたが、これで殺傷戦を攻略できます。新琴仁駅を発車。まずは終点の北海道医療大学駅を目指します。まもなく愛の里教育大です。ホームは左側です。さて列車は地上へと降りてきて愛の里教育大駅に到着します。愛の里教育大駅からは線路が複線から単線に絞られます。そして列車は石狩川を横断。暴風柵が設置されているため車窓から川は見えません。まもなくロイズタウンです。ホームは左側です。さあ列車はロイズタウン駅に到着です。当駅は当別町と製菓メーカーであるロイズコンフェクトによる西岸駅。2022年に開業したため JR 北海道の駅の中で最も新しい駅となっています。駅の北側にはロイズ太見工場があります。さてロイズタウン駅からも引き続き北海道医療大学駅に向かって進んでいきます。列車の速度は時速 80km。 車窓は見渡す限り平野が広がっています。しかし天気は雨。美しい車窓が少し霞んでいます。列車は当別駅に到着します。ここで反対側からの列車と行き違いをします。当別駅は2面3線構造の駅です。終点の北海道医療大学駅の一つ手前の駅ですが、当駅を始発終着とする列車が存在します。さあ次は終点の北海道医療大学です。その終着の北海道医療大学ですが、場内警戒信号で入線します。北海道医療大学駅は殺傷線のみの終点駅なので、線路はここで行き止まりとなっています。終点の北海道医療大学駅に無事到着。記念に一緒にやってきた列車の前面を撮影します。そして駅名標もバッチリ撮影。さあ終点に到着したら同じ列車で来た道を戻ります。雨と風が激しくて非常に寒いですが、頑張って列車を撮影。北海道医療大学駅を8時52分に発車する普通列車の札幌行きです。さて列車が発車するまでに時間があります。ここで間食を取りましょう。ベースフードのメープル味。プレーン味と比べると蜂蜜成分が入っている分甘くて美味しいです。殺傷戦の末端なら人は少ない。今のうちに食べてしまいましょう。ほい、完食。ゆっくり食べられました。美味しかった。さあ進路を塞いでいた反対方向の列車がやってきました。この電車がホームの定位置に停車したら、こちらの列車が発車できます。列車の扉が閉まります。北海道医療大学駅を発車。ゆっくりと車止めから離れていきます。皆様おはようございます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。学園都市線普通列車札幌行きです。列車は6両編成で全て自由席、車内が禁煙です。さて列車の運行状況を確認。人身事故から運転を再開したばかりなので、まだダイヤが乱れています。今乗っている列車は定刻で運転していますが、反対方向北海道医療大学方面の列車は1本も走っていません。対する札幌方面は4本在線。偏りが激しいです。さあ列車は太見駅に到着です。先頭車両まで移動してきました。そして列車は新琴仁駅に到着です。これで殺傷線の新琴仁駅より北側の往復が完了しました。駅名標をしっかり撮影。列車から降りずにそのまま南下します。ここからがこの列車で乗り潰す殺傷線の未乗区間です。さあ列車の ATS のベルが鳴りました。
もうすぐ停車場に到着します。まもなく8軒です。ホームは左側です。列車は八軒駅に到着。乗客がだんだん増えてきました。撮れるアングルが限られてきますが、ご了承ください。次は総園に停まります。函館線手稲小樽方面へおいでのお客様はお乗り換えです。さて、ここから先の区間は単線となっています。終点の札幌駅まであと2区間。札幌都心部区間にもかかわらず単線区間が存在します。ちなみにここの単線区間を列車増発のために複線化すべきではないかという意見もあります。しかし札沼線のダイヤが普通列車のみの単純なダイヤのため、現行の輸送需要では複線化は不要とみなされているようです。さあ、進行方向右手より線路が2本近づいてきました。函館本線の線路です。まもなく総園です。ホームは右側です。列車は総園駅に到着します。札沼線側の線路構造は一面二線の行き違い可能な構造となっています。そして当駅が札沼線の起点駅となっています。ということで、これで札沼線を全線完乗しました。1日目の関商線全線完乗に続き、これで JR 北海道の鉄道路線を合計4路線全線完乗しました。札沼線全線完乗記念に総園駅の駅名標を撮影。ちなみにこの列車はここから函館本線に直通し、隣の札幌駅まで運転されます。この先揺れることがありますのでお気をつけください。次は終着札幌です。函館線、千歳線、地下鉄南北線、東方線はお乗り換えです。さあ、次は終着の札幌駅です。駅の手前、場内信号を警戒信号で通過します。分岐器を低速で通過。左へと曲がっていき、札幌駅の一番北側の乗り場10番線に入線します。終着札幌に到着いたします。忘れ物のないよう支度の上、足元にお気をつけてお降りください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。札幌駅に無事到着。札幌駅の駅名標を撮影します。さて、次の列車に乗りに行きましょう。現在時刻は9時44分。早朝と比べると明らかに人が多いです。次の列車は2番線から出発します。ホームに上がると大量の人、かなり混んでいます。少しでいいから車両の前面を撮影したい。札幌駅を9時47分に発車する快速エアポート91号小樽行き。撮影している暇はなさそうなので、とりあえず乗り込みます。人身事故の影響か、車内はかなりの混雑です。さあ、この列車で札幌都市圏を脱出します。この先揺れることがありますのでお気をつけください。また走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際はつり革や手すりなどにおつかまりください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。快速エアポート91号小樽行きです。列車6両でのご利用となっております。先頭6号車、順に後方1号車、中ほど4号車、Aシート指定席、それ以外の車両は自由席となっております。指定席のご利用には乗車券のほか指定席の切符が必要となりますので、お乗り間違いなさいませんようご注意ください。さて、快速エアポートの車内ですが、ご覧の通りデッキにもたくさん人がいてかなり混んでいます。列車は総園駅を通過。学研都市線の分岐駅ですが、この列車は当駅には止まりません。そして進行方向右側では函館本線から札沼線が分岐しています。混雑が激しいため進行方向左側しか撮影できません。というわけで別日に撮影したものを差し込みます。ご覧のように札沼線が分岐していきます。次は小樽築港に停まります。小樽で列車をお乗り換えになり、余市、くっちゃん、
ニセコ方面へおいでのお客様へご案内いたします。北かスイカ、パスモ、イコカなど IC カード乗車券をご利用になれるのはこの列車の終着小樽までです。小樽より先余市、倶知安、ニセコ方面へおいでのお客様は IC カード乗車券をご利用になれませんので、車掌から現金で紙の切符をお求めください。さあ、電車は稲穂駅を通過しました。混雑が少し緩和したため、車内を移動し、進行方向右側を撮影。車内放送中に札幌近郊電車の検査を行う札幌運転所の脇を通過しました。そして列車は銭箱駅を通過。ここからが有名な函館本線の絶景区間となります。眼前に広がる海。函館本線は銭箱駅から小樽築港駅まで海岸線を走行します。眼前に障害物が全くないため、長い間列車内から海を望むことができます。非常に美しい景色と言いたいところですが、車両の窓がめちゃくちゃ汚いせいでせっかくの車窓が魅力半減です。残念。733系だったら窓綺麗なのかな。まもなく小樽築港です。ホームは右側です。お降りの際は足元にお気をつけください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。小樽築港の次は南小樽に停まります。列車は小樽築港駅から一駅進んで南小樽駅に到着しました。北海道新幹線の横断幕が見えます。将来小樽市には新小樽駅という北海道新幹線の駅が設置される予定です。まもなく終着小樽です。小樽より先へおいでのお客様はお乗り換えです。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。車内にお忘れ物落とし物なさいませんようご確認の上、お足元に気をつけてお降りください。また4号車 U シート指定席チケットホルダーをご利用のお客様、切符の取り忘れにもご注意ください。まもなく終着小樽、ホームは左側5番線到着です。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。さあ、快速エアポートの終着小樽駅に到着です。一番東側の行き止まり式の発着線に入線するので、超低速でホームに進入します。小樽駅に無事到着。列車から下車します。お世話になった車両を撮影。小樽駅の駅名標も撮影。これで札幌近郊区間をほぼ全区間完乗しました。さて、隣の発着線4番線で次の列車を待ちます。快速エアポートから降りてきたたくさんの人が改札に向かって流れていきます。1分以上流れが途切れることがなかったので、本当にたくさんの人が乗っていたことが伺えます。長万部方面をカメラでズームしてみると、目的の列車が構内の入れ替え作業のため長万部方面に移動しているのがわかります。列車は引き上げ線に停車。進行方向を逆転させてこちらに来るはずです。さあ、列車がやってきました。分岐器で線路を点線。4番線列車が到着いたします。ご注意ください。さあ、ここからが函館本線を乗り潰す上で最も難関といえる区間、小樽駅から長万部駅の間を攻略します。警笛を高らかに鳴らして入線してきました。小樽駅を10時53分に発車する普通列車の倶知安行きです。さあ、列車の扉が開きました。 H100 型には液晶表示器がついています。この表示器もおそらく最新機器でしょう。そして列車用運賃箱と整理券が取り付けられています。さあ、発車時刻となりました。小樽駅の縦型駅名標を撮影しながら扉が閉まります。小樽駅を出発。本日のメインディッシュ、全力で楽しんでいきます。さあ、列車は分岐器をいくつも通過。
しばらくすると頭上にまとわりついていた架線がなくなります。小樽駅からは非電化区間です。列車はカーブを曲がって勾配を登っていきます。側面展望だと勾配を登っているのがよくわかりますね。沿線には桜が咲いています。5月で桜が咲いているとはさすが北海道。列車の速度は時速 50km です。大変ゆったりとした旅となっております。いい警笛だ。旅情をかきたてられます。さて列車は最初の停車駅塩谷駅に到着。ここで ATS のベルが鳴りました。ゆっくりと停車します。そして発車。列車同士の行き違いはありませんでした。ローカル区間はまだまだ続きます。しばらく進むと海が見えました。木々に少し遮られていますが綺麗な景色だ。トンネル通過。警笛の音がたまらん。さあ列車は蘭島駅に到着です。ここでまた ATS のベルが鳴ります。毎回鳴るんかなこれ。列車の行き違いなし、何事もなく蘭島駅を発車します。さあ蘭島駅からは直線が続きます。列車の速度もかなり速いです。時速 90km、 ローカル区間にもかかわらずこの速度です。さあ列車は余市駅に到着です。余市駅は駅名の通り余市町の中心駅です。余市で下車する人が一定数存在します。そんな余市駅も華麗にパス。さらば余市駅。さて余市駅からは人家の少ない平野部を走行します。遠くまでぐっと伸びる直線の線路。軽快に列車は走っていきます。さあ列車は二木駅に到着します。駅の前後にある S 字カーブはかつて列車交換設備があったことの名残です。二木駅の駅名標を撮影。二木駅を発車。 S 字カーブを長万部側でも通過します。さてしばらくすると山の中に入ってきました。ここからは稲穂峠越えとなります。列車は然別駅に到着。いつも通り ATS のベルが鳴ります。そして発車。さらばだ然別駅。然別駅からは本格的な峠越えとなります。カーブを通るたびに足元からスチール音が聞こえます。列車の速度は時速 50km ほど。然別駅からは駅間距離がより一層長くなるので一駅進むのに10分以上かかることはザラです。沿線には雪が残っています。5月なのに雪が残っているのは北海道だけではないでしょうか。さあ列車は銀山駅に到着です。銀山駅の駅名標を撮影。ここで多くの人が乗り降りします。銀山駅を発車。銀山駅周辺は5月でも雪が残っているのがよくわかりました。さて次の小沢駅との間で峠を越えます。できる限り勾配を登って最後はトンネルを通過します。今通っているトンネルは稲穂トンネルというトンネルで長さは1776メートルあります。トンネルが開通したのは1904年明治時代。当時はまだトンネルを掘る技術が浅かったためトンネルの前後でできる限り山を登りトンネルの長さを短くそして土砂降りの量を小さくする工夫がなされていました。トンネルを抜けたら今度は下り勾配になります。速度超過にならないようにブレーキをかけながら慎重に下っていきます。さあ列車は小沢駅に到着します。駅名の通り共和町小沢地区にある駅です。列車マッチアップで4分ほど停車いたします。発車まで少々お待ちください。小沢駅では反対方向からの列車と行き違いを行います。ここでは ATS のベルが鳴る意味がありましたね。
よかったよかった。よかったのか。反対方向の列車が到着したらすぐに扉が閉まります。小沢駅を発車。次は終点の倶知安駅です。さて小沢駅発車後も人家の見えない山の中、昔の人はよくもまあこんなところに線路を通したなと思うものです。沿線には相変わらず雪が残っています。今トンネルの中を通っていますが、トンネルに入る直前の速度は時速 33km でした。遅すぎるぜ。さあ間もなく倶知安駅です。終点まであと一駅なのに全くその気配が見えないと思ったら、駅の手前でいきなり建物がたくさん現れました。電車が右へカーブ。進行方向左側に途切れた線路が見えますね。こちらは2021年の10月31日まで使われていた線路です。倶知安駅構内の線路切り替えは将来建設される北海道新幹線のために行われました。次に停車する倶知安駅には北海道新幹線の新駅が設置される予定となっています。新幹線駅設置にあたり、既存在来線の設備が邪魔だったので切り替えられました。列車は車庫の脇を通過。線路切り替えに伴って新しく建てられたものでしょうか。そして倶知安駅ホームに進入します。この先線路が行き止まりなので制限 15km という厳しい制限を受けます。慎重に進んで無事停車。さあ倶知安駅に到着しました。お世話になった車両を撮影したいですが、すでに長万部行きの列車に乗ろうと列ができているので、私も並んでしまおうと思います。さて列に並んで列車が来るのを待機。ズームするとかつて使われていたと思われる転車台があります。風情ある赤色の鉄骨。果たして北海道新幹線開業後もあの転車台は残るのでしょうか。モニュメントとしてはもってこいの代物ですけどね。まもなく2番乗り場右手より列車が到着いたします。2番乗り場右手より長万部行き到着です。列車1両での運転です。乗車口1番3番の前のドアからご乗車ください。なお車内大変混雑いたします。ご乗車になりましたらドアデッキ付近には立ち止まらず車内中ほどまでお進みください。ドアデッキ付近には立ち止まらず車内中ほどまでお進みくださりお願いいたします。さあ列車がやってきました。倶知安駅を12時35分に発車する普通列車の長万部行きです。列車の扉が開きました。車内空間確保争奪戦。よーし、全面展望を覗けるところを確保。ここならいろんなアングルを撮れるはず。ちなみに車内の様子はご覧の通り。都心の通勤電車並みかこれは。まあ小樽駅から2両ですら結構混雑していたのに、1両に縮めたらさらに混雑するのは当たり前だわな。H100 型をロングシートにしたのは妥当。しかしこれでは旅情もへったくれもありません。つくづくいいところを確保できたと過去の自分を褒めたい。お待たせいたしました。12時35分発ニセコ蘭越黒松内方面普通列車長万部行きまもなく発車いたします。ドア付近のお客様、閉まるドアにご注意ください。車内混み合いましてご迷惑をおかけしております。しばらくの間ご辛抱お願いいたします。また各駅お降りのお客様いらっしゃいます。一番前のドア付近のお客様、お降りのお客様は入れ替わりお通しいただけますようご協力お願いいたします。口の出ますと次の停車駅は開くです。さあ発車時刻となり扉が閉まります。周りのお客様にご注意ください。倶知安駅を発車。大混雑の中ローカル線の攻略を進めます。 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。ニセコ方面普通列車長万部行きです。この列車はワンマン運転のため一番前のドアの
さて、新線部分から元の線路に戻りました。列車の速度は時速 70km。速く感じる。さあ、列車は山の中を抜けていきます。トンネル通過。そして平布駅に到着。ここにも駅の前後に S 字カーブがあります。ということは、昔この駅に列車交換設備があったということですね。2期駅に続き、平布駅は一面一線の防線駅です。特に何事もなく平布駅を発車。駅の近くに桜が咲いています。さて、引き続き山の中を走行します。進行方向右側で川を発見。尻別川です。さあ、列車はニセコ駅に到着。駅が2面3線構造となっており、函館本線ローカル区間の中でも主要駅であることがわかります。ニセコ駅に無事到着。そして発車。この駅では乗降がいくらかありました。まだまだ山の中を進んでいきます。沿線ではまたまた尻別川と並走。列車は昆布駅に到着です。昆布といえば海藻の昆布を思い浮かべるかと思いますが、それが駅名の由来になっているわけではないようです。昆布駅は一面一線の防線駅。ここにも列車交換設備がありました。さて、昆布駅を出た後はまたトンネルを通過します。列車の速度は時速 72km。名松線より速いですね。さあ、列車は蘭越駅まで来ました。駅乗降人員数は2018年で152人と、クッチャン長万部間の途中駅としては利用者が多い主要駅です。ここで降りる人がいくらかいらっしゃいました。そして列車交換することなく発車します。雪が残る山の中を引き続き走行。次はメナ駅に停車します。この駅は駅舎に面した単式ホーム一面一線とホームのない副本線があります。ウィキペディアによると、この副本線は災害発生時に特急北斗が函館本線経由になった際に使用するもののようです。列車はメナ駅に到着です。駅名表を撮影。ちなみに乗降はありませんでした。列車の扉が開くこともありません。メナ駅を発車。列車交換設備は2000年に設置されたので、軌道が少し真新しく感じますね。さて、次の停車駅は熱布駅です。このメナ駅から熱布駅までの間が函館本線ローカル区間では最も距離が長いです。 15.4km も離れています。列車の速度が遅いため、この長い距離を17分かけて走破します。新幹線のぞみだったら17分で米原駅から京都駅までの 67.7km を走り抜けてしまいますね。と、新幹線のことを思い出しているうちに、列車はシェルタートンネルを通過します。雪よけのためでしょうか。雪国しかないものだと思うので貴重な経験。そしてまた通過します。面白いものをたくさん通過します。またトンネルに遭遇。今度はちゃんと山を貫く山岳トンネルです。トンネルの手前には落雪防止と思われるシェルターがついています。いやはや長いですな、駅間が。まだ熱布駅に着かないのかな。お、やっと場内信号が見えてきました。ということはようやく駅ですね。2面3線、そして両開きの分岐ポイント。熱布駅に到着。真ん中の線路は今は使われていないようです。熱布駅では乗降はありませんでした。列車同士の行き違いもなし、そのまま発車します。さて、次は黒松内駅です。乗降人員が100人を超える利用者の多い駅です。黒松内駅で車内が少し空いたので駅名表を撮影。車内が大混雑のため撮れるアングルが限られてしまっています。せっかくのローカル線旅ですが、もう少し我慢。さあ、黒松内駅では反対方向から H100 型が来ました。最新車両らしく前照灯がギラついています。ローカル線に最新車両なんて合わないかと思っていましたが、思いのほか絵になりますね。
いい絵が撮れてこちらとしても大満足です。さあ列車の行き違いが完了したら扉が閉まります。黒松内駅を発車。終点まであと2駅です。黒松内駅から先も山の中、森の中の走行となります。H100 型なら多少の丘も余裕で越えていきます。静かな旅ですね。何度も言いますが、たまになる警笛が良い。ローカル線らしい音。さあ列車は二俣駅に到着します。当たり前のようにある駅前後の S 字カーブ。かつて旺盛に行き交っていた列車の光景が思い浮かびます。現在は一面一線の防線駅です。二俣駅では2名利用者を乗せて発車。もう一度 S 字カーブを抜けます。さて次の停車駅は終点の長万部駅です。長万部駅までは比較的直線なので列車の速度は速いです。列車の速度は時速 90km。これまでで一番速いです。列車は右へカーブ。それと同時に場内信号を警戒信号で通過します。列車は4番乗り場に入線します。右隣の線路は今まさに線路改良の真っ最中のようですね。小樽駅から約3時間20分、ようやく長万部駅に到着しました。いやー長かった。大混雑の車内からようやく解放されます。何はともあれ札幌駅から小樽駅経由で長万部駅まで踏破。函館本線の中で一番厄介な区間を乗り潰しました。皆さんカメラ撮影をしております。私も駅名標を撮影しましょう。もうこの時点で達成感がかなりある。しかしここで今日の旅は終わりでは当然ありません。次の列車に乗るべく跨線橋を渡ります。時間があるので一旦改札を出ます。トイレにも行きたいしね。さて長万部駅からは森函館方面と東室蘭札幌方面があります。どっちに乗りましょうかね。まあもちろん函館方面に行きます。このまま室蘭本線の攻略に入ったら函館地区の路線は未乗のまま残ってしまいますからね。発車は14時37分のようです。8両編成。長い。とりあえず階段を降りましょう。自由席に乗車する予定ですから早めに並んでおかないと座れないかもしれない。油断はしない。風が強い。寒い。駅の北側で工事が行われています。昼間に工事ができるのは列車の本数が少ないからでしょうか。お疲れ様です。さて先に函館方面から特急列車がやってきました。特急北斗号札幌行きです。函館と札幌を結ぶ列車。この列車は長万部駅から室蘭本線に入線します。列車の扉が閉まりました。警笛を鳴らして発車。ゆっくりと加速していきます。札幌方面の列車も8両編成でしたね。そして2本目の列車がやってきました。来ることを知らなかったので不意をつかれました。こちらキハ261系5000番台の浜夏編成です。たった1編成しかありません。今度は5両編成でした。いいものが見れた。さあ特急列車を2本見送ってようやく目的の列車が到着します。長万部駅を14時37分に発車する特急北斗12号
函館行きです。自由席車両に乗車。無事座席を確保しました。札幌駅手前からかれこれ5時間ぐらい立ち続けていたでしょうか。ようやく座ることができます。長万部駅を発車。今日初の特急列車で一気に歩を進めていきます。さて、進行方向右側には線路に沿って空き地となっています。将来は北海道新幹線の建設用地になるでしょう。さて、ここで軽食を食べたいと思います。ベースフードのプレーン味とベースクッキーのココナッツ味。こちらも函館本線のローカル区間では食べられなかったので、やっとゆっくり食べられるといったところです。よし、完食。ごちそうさま。まもなく八雲です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。さあ、列車は八雲駅に到着です。駅名の通り八雲町の中心駅です。ちなみに長万部駅から八雲駅までの 31.2km を21分で来ました。同じ距離のくっちゃん蘭越間だと35分かかっていたので、特急の速さを感じます。さて、八雲駅から先も進行方向右側は山、逆に左側はご覧の通り海です。内浦湾ですね。特に室蘭市や伊達市などの山々が見えます。この区間では建物はもちろん河川柱といった遮蔽物が一切ない絶景スポットとなっています。さあ、列車は山を越え、時折トンネルを越え、駅を通過し、まもなく次の停車駅に到着します。まもなく森です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は右側です。列車は無事森駅に到着です。森駅の縦型の駅名表を撮影します。当駅からは佐原支線が分岐しています。しかし今回は乗り換えず、そのまま本線を乗り潰します。森駅を発車。佐原支線は後ほど攻略します。森駅発車直後は海がすぐそばに見えます。堤防もないため海岸に打ちつける様子を見ることができます。しばらくすると進行方向左側で線路が1本分岐していきました。あれが佐原支線です。そして佐原支線と分かれると進行方向左側で駒ヶ岳が見えます。森町、鹿部町、七重町にまたがる標高1131メートルの活火山。毎年この駒ヶ岳に登る登山家がたくさんいらっしゃいます。次の停車駅は大沼公園に停まります。次の停車駅は大沼公園に停まります。さて、森駅を出たら途中の七重駅までは単線です。そのため旅客取り扱いをする駅以外のところで一旦停車する場合があります。到着したのは駒ヶ岳駅です。駅名の通り駒ヶ岳の最寄り駅。ここで対向列車を待ちます。さあ、数分待って対向の列車がやってきました。こちらと同じ函館駅と札幌駅を結ぶ特急北斗号です。編成両数も同じ8両編成。単線区間で列車の本数を削減するためでしょうか。長編成低頻度運転の運行体系となっています。向こうの列車が過ぎ去って進路が空いたらこちらの列車も発車。15時38分の発車となりました。さあ、駒ヶ岳駅を出ると沼地の近くを走行します。進行方向右側に見えるのは小沼です。列車は大沼公園駅に到着です。一面一線の防線駅ですが、特急列車が停車します。乗降客もある程度います。特急が停車する意義は十分にあるようです。乗降が完了したら駅名表を撮影。列車が発車します。大沼公園駅を無事何事もなく発車します。
さあ、駅を発車した後も進行方向右側には小沼が見えます。綺麗な景色ですな。そしてすぐに大沼駅を通過。当駅では藤代支線と佐原支線の両方が分岐、合流します。列車は分岐器を通過するためか低速で走行。駅構内を抜けたら再加速。右脇に見えるのが藤代支線です。そして引き続き見える小沼。これはもう沼というより湖ですね。いや、本当にめちゃくちゃ綺麗だな。雪景色こそが北海道と思っているそこのあなた。5月の北海道も最高ですよ。まもなく新函館北斗、新函館北斗です。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口が右側です。北海道新幹線をご利用のお客様は新幹線乗り換え口へお進みください。新函館北斗の次は五稜郭に止まります。さて、進行方向右側で白くて大きな構造物が視界を遮ってきました。車内放送にもあった北海道新幹線です。今映っているのは新函館北斗駅から北側のまだ列車の運行がない部分です。列車は新函館北斗駅に到着。階段を使わずに新幹線へ乗り換えできるよう2番乗り場に入線します。新函館北斗駅訪問記念に駅名標撮影。ここから新幹線に乗り換えることも選択肢の一つかと思いますが、今回は乗り換えません。新函館北斗駅を発車。キャリーケースを持った乗り換え客が多くいらっしゃることがわかります。ご乗車ありがとうございます。特急北斗12号函館に出ます。次は五稜郭に止まります。続いて終着函館です。さて、北海道新幹線の線路は右へカーブしていくので、直進していく函館本線と分かれていきます。そして新幹線から分岐した線路が地上に降りてきます。進行方向右側に見えるのは北海道新幹線の車両基地、函館新幹線総合車両所。この車両基地は北海道新幹線が札幌駅まで延伸された後も中心基地として機能する予定です。さあ、函館まであと少し。新函館北斗駅からは平野部を走行します。住宅もポツポツ立っているのが見えるようになりました。まもなく五稜郭です。道南伊三陸鉄道線をご利用のお客様は道南伊三陸鉄道線の実は駅の改札口に出まして駅の自動券売機でお降りください。乗り換えの時間が短い時は JR 線の切符をお持ちになったままお使いください。道南伊三陸鉄道線の列車内で運賃をお支払いください。停車時間はわずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口が左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。五稜郭の次は終着函館です。さて、進行方向右側、複線の線路の間隔が広がっていきます。そして建物の合間に見える赤い機関車、北海道の重要貨物基地五稜郭機関区です。気動車の貨物機関車が間近に見えます。そして道南伊佐備鉄道線と合流したら五稜郭駅に到着です。函館市街地の入り口となる駅です。さあ、五稜郭駅でも下車せず乗り続けます。道南伊佐備鉄道は後回しです。五稜郭駅を発車。まもなく終着函館です。ご乗車ありがとうございました。終着は函館に停まります。ホームに様7番線の到着です。降りの最初内にお忘れ物、なさいませんようお気をつけください。
またチケットホルダーをご利用のお客様はチケットの取り忘れにもお気をつけください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。終着函館ホーム右側7番線の到着です。さあ、間もなく函館駅に到着します。右手に見えるのは JR 北海道の函館運輸所です。 JR 北海道の車両だけでなく道南いさりび鉄道の車両も止まっています。そして運輸所をさらに進むと広い留置場が広がっています。キハ261系がお休み中です。函館駅の7番線に入線、無事定刻での到着です。これで函館本線の本線部分をすべて完乗しました。まだ支線は未乗の状態です。さあ、列車から下車、道南の中心地に来ました。もう夕方なので少し寒くなっています。とりあえず列車の後方に設定されていた自由席に乗車していたので、駅舎まで遠いですが頑張って歩きましょう。駅舎に向かうついでにお世話になった列車を撮影ありがとうございました。さて、駅舎の中に入りました。駅舎の中も広いです。ようこそ函館へ。はい、函館上陸記念に改札を通過します。改札外は人が多いです。人混みは苦手なのでさっさと外に出てきました。こちらが函館。駅前はかなり綺麗に整備されています。さあ、次の乗り換えまであまり時間はないので急ぎましょう。ここ函館には JR 北海道以外の鉄道会社が2社存在します。函館駅で JR 北海道の攻略を一旦打ち切り、まずは1社目の路線に向かいます。それがこちら。道路上に線路が敷設され、列車が交差点の前で停車しています。1社目の攻略路線は函館市電です。しばらくすると列車が交差点を曲がってきました。いい音を鳴らしています。さあ、横断歩道が青信号になったので乗りに行きましょう。函館駅前停留場からまずは5系統ドッグ前行きに乗車。発車時刻は16時16分です。なかなか乗降に時間がかかります。それだけ市電の利用者は多いようです。と思ったらぎゅうぎゅう詰めというほどではない模様。先頭まで移動できました。せっかくの函館市電、全面展望で楽しんでいきます。いやー、路面電車は相変わらずのんびりしててええですな。さあ、電車は十字街停留場に到着です。ここで函館ドッグ前方面と八ヶ頭方面の二手に分かれます。電車の進路は運転士が操作します。電車用信号が直進表示になった時にタイミングよくトロリーコンタクターを叩いて分岐器を操作します。進路を決める操作をしたらすぐに鉄道用信号が直進方向に進行減時となりました。線路同士が平面交差する部分を慎重に通過します。交差点を抜けたら再加速します。さて、こちらが電車に搭載されているディスプレイ。文字が大きく余白が少ない印象です。電車はほどなくして終点の函館ドッグ前停留場に到着です。駅の手前で線路が1本に絞られます。函館ドッグ前に着いたら折り返し同じ列車で来た道を戻りますが、一旦車両の外に出ます。折り返しの列車は函館ドッグ前を16時33分に発車する湯の川行きとなります。電車に乗車。私が乗車したらすぐに発車。電車は函館ドッグ前停留場を勢いよく飛び出していきます。さあ、電車は十字街停留場に戻ってきました。進路が開通するまで電車は一旦停止。八ヶ頭からの線路と合流して停留場に到着です。電車から下車。この停留場から乗る人が多いようです。お世話になった列車を反対ホームからお見送りありがとうございました。さて、次は八ヶ頭方面を乗り潰そうと思います。さっき乗っていた列車が遅れていたため1分で八ヶ頭方面の電車に乗り換えることはできませんでした。十字街の駅名表撮影。函館市電の攻略には時間的に余裕があるので次の電車を待ちます。
その間に湯の川方面へ電車が1本出発。十字街停留場から湯の川停留場までの間は、八ヶ頭方面に行く2系統の電車とドック前方面に行く5系統の電車が同じ経路を通るため、運行本数が多いです。さて、電車を待っていると先にドック前方面の電車がやってきました。ドック前方面はもう攻略済みなので乗りません。さあ、目的の電車がやってきました。八ヶ頭に向かう2系統の電車です。電車に乗車。今度は信号が左折を示した時にトロリーコンタクターを叩きます。左折の表示が上段から下段に切り替わったらポイントの切り替え完了です。さあ、交差点を左折します。はい、それでは曲がります。左へ曲がりますがお注意ください。左折と同時に反対方向の八ヶ頭からの列車とすれ違います。左折完了。ここから八ヶ頭まで一直線です。さて、間もなく八ヶ頭です。八ヶ頭手前は急な下り坂になっているので一旦停車します。そして再出発。終点八ヶ頭に到着です。これから乗る人がめちゃくちゃ多いです。列車から下車。乗ってきた電車を撮影。同じ電車で来た道を戻ります。電車に乗車する前に駅名表を撮影。昭和感が漂います。はい、中の方へどうぞ。湯の川駅です。湯の川駅です。少々遅れておりますがご了承ください。改めて電車に乗車。遅れているため数分しか滞在できませんでした。さらば八ヶ頭。はい、それでは曲がりますのでご注意ください。電車がかなり混んでいます。ここからは側面展望ばかりになりますがご了承ください。電車は函館ドック前からの線路と合流します。はい、お待たせしました。十字街です。登録者ありがとうございます。さて、十字街を出ると進行方向右側に茶色い建物が見えます。函館市役所です。十字街停留場からは乗客の数も一段と増加します。コロナ禍でも大盛況です。お待たせしました。函館駅前です。ご乗車ありがとうございます。足元をご注意ください。ということで函館駅前まで戻ってきました。ここからがこの電車で乗り潰す区間です。さて、電車が停留場を発車。ゆっくりと進行。交差点の手前で一旦停止します。次は松風町。はい、それでは曲がりますのでご注意ください。函館駅前を出たら交差点を右折します。函館駅前を出てしばらくすると亀田川に架かる昭和橋を横断。しばらく進んで間もなく五稜郭公園前停留場に到着します。停留場の手前で右折します。はい、曲がりますのでご注意ください。はい、お待たせしました。五稜郭公園前です。ご乗車ありがとうございます。お降りの際は足元ご注意ください。五稜郭公園前に着くと車内は一気に空きました。座席が埋まっていますが、これでも空いている方です。五稜郭公園前停留場を発車。道路渋滞、車内混雑、駆け込み乗車の影響で遅れ始めています。次は駒場車庫前。駒場車庫前です。乗務員交代しました。お待ちください。電車は駒場車庫前停留場に到着。駅名の通り函館支店の車両基地駒場車庫が市銀にあります。電車がたくさん止まっていますね。線路も変則的に分岐しています。さて、乗務員の交代が完了して再び発車。停留場ごとで少しずつ乗客が降りていきます。
そして次が終着の湯の川停留場です。複線だった線路が1本に合流しました。函館市電の終端駅はどこもこの構造のようです。湯の川に無事到着。これで函館市電を全線環状、5車局中3車局の全線環状を達成しました。さて電車から下車。停留場の末端で体を180度展開させて、当たり前のように同じ列車で来た道を戻ります。さあ扉が開きました。間髪入れずに乗車します。先頭に立つとすぐに電車が発車。電車が遅れているので当然といったところでしょうか。 Y 字分岐を通過して再び複線に戻ります。それにしても軌道の周辺の道路の舗装はかなり荒れていますね。車が溝に足を取られないか心配になります。電車は駒場車庫前停留場に到着。線路が交差する部分を低速で通過します。さて電車は五稜郭公園前停留場に到着しました。湯の川に比べると明らかに賑やかです。ここで少し乗客が降りていきます。さあ電車が停留場を出発。直後で交差点を左折します。信号を切り替えるため交差点の手前まで進みます。黄色に点灯した鉄道用信号が左折を示しました。交差点を曲がっていきます。さて左折が済んだらしばらくはずっと直進です。信号が赤になったら手前で停車。側面の車窓に目を移すと路線バスが並んでいました。そして青信号になると同時に両方とも発車。同じ公共交通機関同士の熾烈な競争。なかなか素晴らしいデッドヒートです。しばらくしてバスの方が減速。バス停に止まったようです。対するこちらはというと松風町停留場に到着しました。松風町を出ると交差点を右折します。右折して間もなく今度は左折します。函館駅前停留場まで戻ってきました。そして函館駅前停留場で下車。お世話になった車両のお見送りをします。ありがとうございました。はい、函館市電往復完了いたしました。これで函館市電は完全攻略です。函館駅に戻ってきました。次の電車は結構時間がありますのでここで夕飯にしてしまいたいと思います。時刻は18時25分です。次の電車まで時間がありますので、夕ご飯を食べに函館駅に行きましょう。さて函館駅から来た時と同じところを通って駅に向かいます。眼前に見える巨大な駅舎、道南の玄関口にふさわしい佇まいです。巨大な函館駅の文字、しっかり撮影します。さあ駅舎の中に入ってきました。フードコートは2階にあります。階段を上りましょう。今回はこちらにお世話になります。食の宝庫北海道。ここの唐揚げが美味しいらしい。ということで唐揚げ定食を頼みました。美味しそう。味噌汁は油揚げとわかめ。唐揚げは一口サイズ。うまい。これはご飯が進む。ということで完食させていただきました。ごちそうさま。さて次の列車の発車時刻が近づいてきたのでエスカレーターを降りましょう。電光掲示板を確認。次に発車する列車が表示されています。改札を通過しましょう。自動改札があると検察が楽でいいね。次の列車は5、6番線に止まっています。ということで次は函館駅を19時12分に発車する函館ライナー新函館北斗行きに乗車します。函館駅から新函館北斗駅の間のみで運転されている733系1000番台です。時間があるので記念撮影。夜ですがライトに照らされてめちゃくちゃかっこいい。さあ函館駅を発車。電車なので走行音がとても静かです。皆様今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線快速函館ライナー新函館北斗行きです。これから五稜郭つまり新函館北斗へ参ります。北海道新幹線をご利用のお客様は終着の
ドアランプ点灯、ボタンを押して下車します。乗ってきた電車をお見送り、さらばじゃ。電車のお見送りが完了したら、跨線橋を渡って一旦改札を出ます。ということで改札の外に出てきました。同じ特急停車駅でありながら、函館駅に比べると一気にグレードダウンした印象です。さて、五稜郭駅からは JR 北海道の函館本線以外にもう一路線、道南いさりび鉄道線が乗り入れています。早速切符を買おうと思いますが、こちらは JR 北海道の券売機。で、こっちがこれから攻略する道南いさりび鉄道線の券売機。ラーメン屋さんとかにある簡素な機械です。980円の切符を購入します。1000円札投入。切符とお釣りが出てきました。切符を無事ゲットです。あれ？道南いさりび鉄道線の1日フリー切符、大人700円？木古内までの片道切符より安いんかい。知らんかった。まあ、切符を確保したし、もうこの切符で道南いさりび鉄道線を攻略しましょう。電光掲示板で次の電車を確認。終点の木古内駅に行く電車は19時48分発です。さあ、発車時刻が近づいてきたので、改札を通りましょう。はい。よいしょ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。切符に判を押してもらいました。改札内に無事入場できました。階段を上りましょう。跨線橋には人は誰もいません。怖いくらい静かです。ご安全ご注意ください。道南いさりび鉄道木古内行きの普通列車、まもなく到着いたします。ご安全ご注意ください。木古内行きの普通列車、まもなく到着です。さあ、目的の列車が到着しました。道南いさりび鉄道所有の黄色いキハ40系で攻略します。乗車、乗る。ボックス席を独り占めできるぐらい空いていました。五稜郭駅を出発。道南いさりび鉄道線攻略開始です。発車後しばらくして函館本線と分かれます。さて、5車局目道南いさりび鉄道の攻略を開始したわけですが、残念ながら辺りはすでに夜となっています。列車は上磯駅に到着です。当駅で函館方面に折り返す列車があります。ただでさえ少ない列車の本数がこの駅からさらに少なくなります。上磯駅を出発。終点の木古内駅までちょうど中間といったところでしょうか。さあ、列車は終点の木古内駅に到着です。列車から下車。到着記念に木古内駅の駅名表撮影。次の列車への乗り換え時間が少ないので、さっさと移動しましょう。改札の類は特に見当たりません。ともかくこれで道南いさりび鉄道を全線完乗しました。札幌市電、札幌市営地下鉄、函館市電と合わせて4車局全線攻略完了。残っている未乗路線は JR 北海道の路線のみとなりました。5車局中4車局クリアしたのだから、もう残り少ないだろうと思うかもしれませんが、その JR 北海道の鉄道路線はまだ半分も攻略できていません。最後が一番大変。木古内駅から乗れる JR 北海道の路線に乗るため、改札を通過します。次の電車は11番線からの発車。階段を上ります。お待たせいたしました。まもなく11番線に20時56分発、早い98号森上駅が到着いたします。列車が到着いたしますと、もう間もなく青色のドアが開きます。開きます。ドアにご注意ください。ということで、目的の列車が到着しました。北海道内で唯一存在する新幹線、北海道新幹線。北海道フリーパスの対象外路線ではありますが、JR 北海道が運営する路線なので、当路線も乗り潰します。1日2往復だけの早手号です。
列車の扉が開きました。乗車、乗る。列車の扉が閉まります。木古内駅を発車、北海道新幹線攻略開始です。さて、新幹線の流れる車窓を楽しみたいところですが、もちろん外は夜、しかも街灯もほとんどないため、何があるのか全くわかりません。一応 GPS では列車の位置を確認可能。しかし、これから本州と北海道を結ぶ青函トンネルを通過します。よってもうすぐ使い物にならなくなるでしょう。自分以外誰もいないので、ここで座席の紹介をします。人目を気にすることなくね。こちらが新幹線指定席の座席。ドリンクホルダーがあります。背面テーブルはもちろん装備。ちなみに先頭座席のみテーブルが他の座席よりも大きいです。パソコンでの作業も先頭座席の方が楽にできます。ヘッドレストは上下させることができます。座席の傾きは手すりにあるボタンにて、一番後ろまで傾けるとこれだけ傾きます。そして窓側の人限定で足元にはコンセント。ただし先頭座席は全席コンセントがついています。電流は 2A まで。ということで、至って標準的な装備の座席でした。さて、座席の紹介をしている間に青函トンネルに突入しました。今通過したのはおそらく吉岡定点かと思われます。まもなく奥津軽今別です。奥津軽今別の次は新青森に止まります。さあ、列車は青函トンネルを抜けて奥津軽今別駅に到着です。新幹線の駅であるにもかかわらず、2019年の乗車人員が26人しかいません。乗降人員が少ないため、1日7往復しか列車が停車しません。車内から駅名標撮影。奥津軽今別駅を発車。次の停車駅は新青森駅です。まもなく新青森です。奥羽線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。新青森の次は七戸十和田に止まります。さあ、列車は間もなく新青森駅に到着します。進行方向左側に青森市街地が見えます。新青森駅に無事到着。乗り換え時間が十分すぎるくらいありますので、列車のお見送りをします。いい5系が闇夜の中へと消えていきました。さて、新青森の駅名標を撮影。新青森駅から先、七戸十和田方面は東北新幹線なので攻略対象外です。電光掲示板はすべて回送の表示。新函館方面から来るのは残り新青森止まりの列車のみです。とりあえず改札を抜けましょう。抜けないと不正乗車になります。改札を無事通過。さあ、時間がたくさん余っているので駅舎の外に出てきます。ガラス張りの大きな建物は夜でも迫力満点。ちなみに遠くには奥羽線のホームが見えます。ここから青森駅および青森市中心部に行くことができます。さて、近くのコンビニで軽食を買って
新青森駅に戻ってきました。エスカレーターを登ります。エスカレーターを登った先に、まず在来線の改札口があります。行き先は青森の地、津軽新城や弘前の文字。北海道では絶対に見られません。さて、新幹線改札口に向かいましょう。青森県の中心駅なのに人が誰もいません。バカでかいリンゴのオブジェクト。リンゴの鈴だそうです。さあ、時間が迫ってきたので改札内に入りましょう。下り新函館北斗方面のみ、列車があと1本残っています。これが下り最終列車です。駅ネットで予約済みなので、Suicaで入場できます。入場完了。改札内にはねぶた祭りのオブジェクトがたくさん展示されています。迫力満点の立体造形。隣には新青森駅社員制作のペットボトルアート。さらに隣にはこけしとだるまが置いてあります。さて、喉が渇いたので自販機でジュースでも買いましょうかね。青森県はリンゴが名産品。自販機にもリンゴジュースが種類豊富で販売されています。リンゴジュースを買ったら下り線ホームへ。エスカレーターで登ります。電光掲示板を確認。13番線に列車が来るようです。さあ、電車がやってきました。新函館北斗行きの最終列車。新青森駅を22時32分に発車するはやぶさ259号です。列車の扉が開きました。乗車、乗る。空いているので座席の確保は余裕です。ドアが閉まります。新青森駅を発車。本州から再び北海道に戻ります。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ新函館北斗行きです。全車指定席で自由席はございません。次は終点新函館北斗です。さて、新青森駅発車後の列車速度は時速 240km。在来線では不可能なスピードが出ています。青函トンネルに入るまでにまだ時間があるので、ここで夜食を摂取。コンビニで買ったヨーグルトと自販機で買ったリンゴジュースです。ヨーグルトは夜食にぴったりなのでおすすめ。しばらく進むと列車の速度が落ちてきました。在来線の京畿線路が合流。ここから3線騎乗区間となります。そして奥津軽今別駅を通過。往路では停車しましたが、復路では通過します。青函トンネル突入。電光掲示板でもその旨が表示されますが、夜だと入る瞬間というのはほぼわからないですね。まあ、ヨーグルトでも食べて至福のひとときを続けましょうか。で、そのヨーグルトを青函トンネル内で無事完食。ごちそうさまでした。さて、ヨーグルト完食後もまだ青函トンネル内です。53.85km もあるからとにかく長い。暇なので車内を撮影。乗車率 5% 未満です。さあ、青函トンネルを脱出しました。在来線の京畿線路が分岐。3線騎乗区間はここで終わりです。そして線路が分岐してすぐに木古内駅を通過。ここからがこの列車で乗り潰す北海道新幹線の未乗区間です。さて、木古内駅を通過したらすぐに列車が加速し始めました。青函トンネル区間の限界速度時速 160km を超えていきます。新函館北斗駅に到着。深夜なのにめちゃくちゃ明るいです。列車から下車。無事に北海道に戻ってきました。これで北海道新幹線を全線完乗。JR 北海道の路線を13路線中5路線全線完乗しました。
新函館北斗駅の縦型の駅名標を撮影。次の列車に乗り換えるためエスカレーターで登りましょう。ご案内いたします。函館駅函館ライナーは1番乗り場からの出発です。一旦スイカで改札を通過。そしてフリー切符を通して在来線の改札内に入ります。少し長いエスカレーターを通過。さあ、ホームに降りると同時に列車がやってきました。ちょうどいいタイミングです。というわけで、こちらが今日乗車する最後の列車、新函館北斗駅を23時38分に発車する函館ライナーの函館行きです。ドア横の開けるのボタンを押してお乗りください。ドア横のさあ、ドアランプが消灯しました。完全に扉が閉まり、新函館北斗駅を発車。この先揺れますので、お立ちのお客様はつり革や手すりにおつかまりください。皆様こんばんは。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館線普通函館ライナー函館行きです。これから七重、大中山、秘境、五稜郭に停まり函館へ参ります。列車は3両編成で、トイレは1両目の後ろ側にあります。およそ4分で終着函館です。どちら様も忘れ物のないようご支度ください。なおこの先揺れますので、つり革や手すりにおつかまりください。さあ、函館駅に戻ってきました。5時間弱ぶりの期間です。函館です。車内にお忘れ物のございませんようお降りください。 JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。お疲れモードでコンコースを歩きます。改札を通過。無事外に出られました。ということで、現在時刻24時ちょうどをもって2日目の行程は全て完了です。いやはや出だしの札幌で人身事故に遭った時はどうなることかと思いました。しかし臨機応変に工程変更を行ったことで無事予定通りノルマを完遂。2日目の宿泊地は予定通り函館駅となります。2日目の旅の道中でも言及しましたが、2日目の段階で JR 北海道を除く全ての鉄道会社の路線を全線勘定しました。残っているのは JR 北海道のみとなりますが、その JR 北海道の路線はまだ13路線中5路線しか勘定していません。果たして明日3日目で全線勘定できるのか、こうご期待ください。というわけで本動画はここで終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。